ミルトンチャンネルです。今日は私の YouTube 撮影が激変するカメラ機材を見つけたので、新しく導入してみました。その入れたカメラがこちら。今回はこの Insta360X3 を使ってシガーソケットやヒューズ周りの配線をシンプルにする DIY をやりましたが、このカメラを導入したおかげで DIY の効率も上がる上にカメラマンを雇ってるかのような映像も撮れて、かなりテンション上がりました。これまで私は iPhone14 Pro Max、Google Pixel 7a、そしてアクションカムの GoPro 等を使って YouTube の動画撮影をしてきました。これら3つを使うにあたって特に不満はなかったのですが、今回めちゃくちゃいいカメラを見つけたので新しく導入することにしました。Insta360X3。 今回はこの Insta360X3 に加えて見えない自撮り棒とレンズキャップがセットになった Insta360X3 プレミアムセットを注文しました。このセットの内容物は Insta360X3 のカメラセット、全長140センチにもなる見えない自撮り棒、レンズの傷を抑えるシリコンのレンズキャップ。Insta360X3 の箱がこんな感じ。かなり高級感がある箱ですね。iPhone を意識したような箱の作り方になっています。内容物はこんな感じ。X3 本体、収納ポーチ、続いて USB Type-C ケーブル、日本語の取扱説明書、ステッカーとレンズクロス。本体を詳しくチェックしていきます。まずこの部分を開くと Type-C の充電ポートがあって、ここの部分から充電ができるようになっています。そしてこの部分を爪で2つ外すと内蔵されているバッテリーがあって、この部分から SD カードを挿入するようになっています。バッテリーは押し込むだけで戻すことができます。こちら側には電源ボタン、そして Q と書いてある方はこの部分で動画の画質を選べるようになっています。電源を入れてみます。実際に立ち上げてみるとこんな感じで、このタッチパネルで画質をいじれるようになっています。この画質は 3K、4K、5.7K、フレームレートも30まで使えるようになっていて、かなり高画質での録画が可能なようです。またタイムラプスモードでは解像度が 8K、フレームレートが30フレームまでのものが使えるようになっています。インターバルも 0.2 秒から120秒まで細かく設定ができるようになっています。またこの X3 は防水性能も高く、この X3 本体だけで10メートルの防水、潜水ケースに入れると水深50メートルまで対応できるアクションカムになっているようです。これは私のように釣りやサップをやる人間には使いやすい機能です。ちなみにこんな感じで撮った映像が、これすごいな。やば。撮影した映像は Insta360 の画面上でもすぐに確認が可能です。今回はこんな感じでセッティングした Insta360X3 を使って DIY の動画を撮ってみたいと思います。私のエブリーはドライブレコーダー2台に車載冷蔵庫用のシガーソケット端子、そして携帯やタブレットの充電に使うシガーソケット、またナビに使うための携帯の充電もこの USB ポートから取っていたりして、セッティングによってはポータブル電源の充電をシガーソケットの部分から取ることもあって、かなり配線が混み合っているので、これを解決するために Amazon で簡単に DIY できそうなシガーソケットライターのメスソケットを見つけたので購入してみました。今回の DIY に使う材料がこちら。このプラス端子とマイナス端子の部分に AMON のギボシセットのオス端子と、マイナス端子の方には裸端子丸型を使って仕込んでいきたいと思います。このプラス端子の方はちょうどいい長さにすでに針金が出ていて、このようにギボシのオスと合わせてもこの赤い部分でしっかりホールドさせて、真ん中の部分で金属に触れさせればちょうどいい感じでつけられそうなので、これをこのまま使ってみます。これを使うにあたって先にギボシオスの絶縁キャップを
このプラス極の方に仕込んでおきます。電光ペンチでかしめていきます。まずはこの電線部分をかしめていきます。次はこの赤い部分をかしめていきます。こうすることで赤い電線にこのギボシのオスが食い込んで、このように引っ張っても外れなくなります。この上にこのキャップをかぶせて、ここから下の部分が絶縁された状態を作ります。次にマイナス極に丸型端子を仕込みます。若干丸型端子の長さの方がこの電線より長いので、電光ペンチのワイヤーストリッパーを使って被膜を剥いていきます。きれいに剥けました。次にこのマイナスケーブルの絶縁用に熱収縮チューブを適当な大きさに切って仕込んでおきます。丸型端子にこの黒いケーブルの被膜が少しかかるようにしてかしめていきます。熱収縮チューブを丸型端子に仕込めたら、ライターで炙ってマイナスケーブルに熱収縮チューブを密着させておきます。これで一式完成です。今回はシガーソケットを2組使いたかったので、全く同じものを2つ作りました。このシガーソケット2つを仕込む場所は車の運転席下のこの部分、ちょっとごちゃごちゃ配線がしているんですが、この部分はヒューズボックスと呼ばれ、この部分に先ほど DIY したシガーソケット端子と A 門社製のミニ平型ヒューズ電源を仕込みます。こちらは1本のヒューズからこのように2本電源が取れるようになっていて、 Amazon で2個セットで663円でした。このヒューズをヒューズボックスに仕込む前に、同じく A 門社製の検電テスターでこのヒューズを仕込んでいい場所を探していきます。実は3年ほど前にドライブレコーダーをつけた動画でこの検電テスターを使っているのですが、車のバッテリー上がりを起こさないためにも、この検電テスターで常時電源なのか非常時電源なのかを分かった上でヒューズを仕込む必要があります。この検電テスターの使い方はとても簡単で、このワニ口クリップで車体の鉄の部分にこのようにクリップさせたら、この車体下のヒューズにアクセスして検電テスターを当てていきます。常時電源の場合、常にバッテリーからの電気が供給されている状態なので、この検電テスターが赤く光ります。ちょっと試してみます。おそらくこの赤い10と書いてある2つのヒューズは常時電源っぽいので、ここに検電テスターを当ててみます。当てるポイントはちょっと分かりづらいんですが、このように少し白くなっている電極の部分があって、ここを当てると電気の導通が分かるようになっています。赤く光りましたね。なのでこの赤い部分は常時電源なので、この部分からヒューズを取ってしまうと常に電力を供給してしまうので、ヒューズ電源を仕込むことはできません。次にこの青いヒューズを触ってみます。先ほどと同じようにこの電極がむき出しになっているこの白くなっている部分、15と書いてあるこの白くなっている部分を触ってみます。この部分は光りませんので、この部分は車のエンジンをかけたりですとか、スイッチを入れた時に電力が供給されると思います。試しに車のスイッチを入れてみます。ここでインスタ 360X3 の映像に切り替えてみます。カメラはピンクの矢印の部分にあります。映像のように編集次第ではカメラマンがもう一人いるかのようなカメラワークができます。車のキーを挿して電気を導通させてみます。この青い部分にも検電テスターを挿してみます。キーをオンにした状態でこの部分が赤く光りました。キーをオフにしてみます。キーを外したところ、この部分から電気の導通がないことが分かりましたので、この青い部分に電源ヒューズを仕込んで、この部分から電気を取りたいと思います。ラジオペンチを使ってこの青い部分のヒューズを抜きます。ヒューズが取れました。この取り外したヒューズのアンペア数は15アンペア。これから仕込むミニ平型ヒューズ電源も15アンペアのヒューズがこの部分に仕込まれていますので、全く同じです。ヒューズ電源を仕込んでいきます。ただ押し込むだけなのでとても簡単です。これで2つの電源がこの部分から取れるようになりました。この部分の電力供給は5アンペア。使用可能電力は DC12V60W 以下となってますので、こういった2つのドラレコ、そしてスマホを充電するシガーソケット等はこの電源から2つ入力を取っても十分賄える量だと思います。
このシガーソケットのプラスとマイナスのケーブルはこのままだと使いづらいので、このように半分に割って伸ばして使います。フューズ電源から取ったこの部分にシガーソケットのプラス極をつないでいきます。絶縁キャップをかぶせてショートしないように絶縁対策をしておきます。2個目のシガーソケット端子も同様につないでおきました。運転に支障が出ないようにマイナス極の2本は運転席下のピンクの矢印の部分から取りました。はい、このようにマイナスケーブルをつないでシガーソケットをこの部分に仕込みました。この辺りは結束バンドで固定していて、アクセルやブレーキ、サイドブレーキを踏む際に一切運転に支障が出ないように固定しています。配線が完了しました。ここにある USB のポート2つとシガーソケットはほとんど使わないようにして、緊急の時にここを使うようにします。そして配線周りは全てこの灰皿の部分に配線してあります。そして配線はこのような感じで、ここにシガーソケットがあって、結束バンドで全て固定してあります。なので運転中に落ちてきたりすることはありません。で、ドラレコのシガーソケットの端子もここにつないであって、で、携帯充電用のシガーソケット端子もここにつないでます。では車のスイッチを入れてみます。問題なく iPad も Android も充電されています。そしてドラレコ2台も動いています。いい感じです。これまではこのような感じで配線だらけでみっともないセンターコンソールだったんですが、運転席や助手席の配線がほとんどなくなって快適になりました。シガーソケットもこのように2箇所ありますが、2つともシガーソケットが宙に浮いているような状態なので、運転にストレスがかからずすごい楽になったと思います。ケーブル類はヒューズ下のボックスの部分にまとめて入れてあります。個人的には結構満足いく DIY でした。では車のスイッチを切っておきます。これだけの作業で DIY は完了なんですが、このように撮影した映像も撮った後からきちんと映っているかすぐにその場で確認できるので、このカメラは1台置くだけで全ての撮影が可能になるのでかなり便利です。実はこれまでは GoPro を1台この部分に置いて、この部分にアクセスし、片手で iPhone を持ちながらこのように作業していたんですが、こういった作業をカメラを切り替えながら撮影するのはかなりストレスでした。その点インスタ 360X3 はこんな小さいところの撮影環境でもこの X3 を1台置くだけで撮影が完結できます。こんな感じで撮影する際にカメラを入れ替えることなく死角なしで撮影できるようになったのはかなりありがたいですね。先ほどのマイナスケーブルをつなぐ映像も編集次第でこのように他にカメラマンがいるような映像になるので、分かりやすく動画を作れます。こんなに小さいカメラですがめっちゃいい仕事してくれます。はい、このカメラなんですが、この360度映るという特性を生かしてこのカメラをドラレコ代わりに使ってみようと思います。カメラの固定に使うのはこのゴリラポット、しっかりした作りなので車の手すりに固定することでドライブレコーダーの代わりになりそうです。実際にカメラをドラレコとして使ってみるとこんな感じ。普通に走行中の映像が撮れます。車内カメラとして運転席も助手席も綺麗に映ります。またアプリを軽くいじればこのような形で広い景色を満喫できる動きのある映像に編集することも簡単にできます。このインスタ360のセッティングですが、角度をほとんど気にすることなく無造作にこのように取り付けるだけでドラレコとして機能してくれるので、そういった意味ではこのカメラドラレコとしてもかなり優秀だと思います。こういった普通のドラレコやルームミラー型のカメラであっても角度やそういったものを気にして設置する必要があるんですが、このインスタ360は角度を全く気にせずにつけるだけで後で好きな画角で確認できるので、そういった意味ではかなり優秀なカメラです。はい、公園に来たので見えない自撮り棒と組み合わせて自撮り棒を目いっぱい伸ばして撮影してみます。次はこのようにリュックに見えない自撮り棒とこのカメラをセットしてこんな感じの状態で撮影してみます。
桜の枯れちゃってますね。次はこんな感じで斜めにセッティングするような形で撮影してみます。次はリュックをこのように前にかけて撮影してみます。はい、この X3 なんですけども、もう一つ便利な使い方があるのに気づいてしまいました。それは Apple Watch と組み合わせて使うことで、このカメラの録画ボタンを押せる機能があります。まずはアプリでインスタ360をダウンロードしてアプリを立ち上げます。このアプリの中から標準動画というものを選んで、この録画開始ボタンを押すだけでこのように録画が開始され始めます。 Apple Watch 上でこのインスタ360の画面を確認することはできないんですが、この部分で録画開始、録画停止が押せるのは、私のような基本一人で撮影しているものにとってはこの機能はめちゃくちゃ便利です。実は私は YouTube 撮影を始めるようになってこの Apple Watch を使うようになりました。 Apple Watch 上でこのカメラアプリを立ち上げると、このように Apple Watch の画面の中でモニターできます。またこの録画ボタンがあることで、録画の停止開始がApple Watch の手元で行えることができます。私は普段このような感じで YouTube のオープニングの動画を撮っているんですが、この Apple Watch 上の小さい画面で画角を確認しながらこの録画ボタンを押して普段撮影しています。こうすることでいちいちこのカメラの録画ボタンを押してここに座ってオープニングを撮る手間がめちゃくちゃ短縮されます。この方法を採用することによって一人の撮影でもかなり時間短縮して効率的に撮影編集を行っています。このインスタ360は Apple Watch の画面でモニターはできないんですが、そもそも画角は後で調整できますし、離れた場所でカメラを置いても撮影可能になるので、これすごい便利ですね。はい、では実際の車中泊のセッティングでこの X3 を使ってみます。これまで私は車中泊の撮影にこのような三脚とスマホを使って撮影していました。このような三脚はコンパクトで使いやすいんですが、角度を変えて撮影しようとしたりすると場合によってはこのように倒れることもありました。このようなスマホとスタンドを使って撮影する際に、こちらの方向から撮って一旦静止して、次はこちらの角度の画角から撮ったり、毎回見やすい動画を作るためにこのように三脚の位置を変更していました。今回のインスタ 360X3 は画角を撮影後に変更できるので、このような手間をほとんど省くことができます。またこのようなカメラスタンドはちょっとした衝撃でこのように揺れ動いたり倒れてきたりすることもあって、これもすごくストレスの一つでした。というのも場合によってはこのようにスマホの角度をつけて撮ったりする場合に重心がこちら側に向かっているので、カメラのスタンドによってはこの三脚が倒れやすくなってしまいます。今回のこのカメラは三脚にセッティングする際もこのように横から見ても三脚の支柱とまっすぐに立っているので、ぐらつきやブレが起こりづらいです。またこのカメラ自体に手ブレ補正機能や360度水平維持機能がついているので、多少のブレや傾き等があっても自動で修正してくれます。このカメラは車の隅っこにカメラを配置してもいい感じに画角を捉えてくれます。また Apple Watch をお持ちの方なら動画撮影ボタンも押すことができます。遠隔リモートで撮影してみます。撮影が開始され始めました。今回は夜間だったのでバックドアのみが映っていますが、編集次第で車内と景色を同時で楽しむ動画が作れます。パソコンに取り込む場合はこんな感じの手順。 X3 から SD カードを取り出します。バッテリーを取り外せばこの部分を押して簡単に SD カードを取り外せます。
X3 で撮った映像はインスタ360スタジオという無料のソフトで簡単に画角を変えたりズームしたりできます。またパソコンを使わなくてもインスタ360のアプリをスマホやタブレットにダウンロードすれば Android スマホや iPhone、iPad でもインスタ360の無料アプリで簡単に編集できてしまいます。実はこの編集作業をパソコンでやっていたのですが、試しにスマホやタブレットで編集してみたところ、パソコンとほとんど変わらず簡単に編集できたので、この iPad で編集してみます。このインスタ360の中に入っている SD カードのデータはこのカメラから取り外すことなくこちらの iPad に移すことができます。このデータを移すにはまずインスタ360を立ち上げ、次に iPad 上のこのカメラと Wi-Fi マークの部分を押します。そうすると接続デバイスの部分が出てくるので、タップしてこのカメラと接続します。こうすると今まで撮影したデータが一切ケーブルにつなぐことなく iPad 上に現れます。次に編集したいデータを選択します。そうするとこのような感じで拡大された画面が立ち上がってしまいます。これを両指で縮小させ回転させることで自分の好みの画角にすることができます。この後このタイムライン上のこのプラスボタンを押し、この丸の部分が設定した中心になります。この後再び再生ボタンを押し、任意のところで画面を押して停止させます。この停止させた後、向けたい方向にこのように画面を向けてストップさせ、このプラスボタンの部分を押します。そうするとこのタイムラインで前に戻って再度再生をすると、このような形で動きのある映像が編集できます。この部分までを切り出したい場合、このトリムと書いてある部分を押して、この6秒と書いてあるところあたりまでこのタイムライン上のカーソルを持っていって、それでこのチェックマークボタンを押します。タイムライン上で再度再生してみると、このような感じで動く動画を簡単に作ることができました。この動画を書き出したい場合は、この部分の書き出しという部分を押せば、自分のアルバム上に保存するを押してアウトプットを押すと、これで自分の写真フォルダーに自動で保存されます。保存されたデータを見てみるとこんな感じ。一番最後のこの部分にこのように先ほど撮った映像が編集されたものとして書き出されています。私が2週間ほどこのカメラを使って一つデメリットに気づきました。このカメラのこの部分、横から見るとこのように出っ張っていて、とても傷つきやすい感じがします。なのでこのシリコンキャップはもしこのカメラを使う方は同時で使った方がいいと思います。もしこのキャップを使わない場合は、このインスタ360はこのケースがこちら側から入れて使うと、この横の部分でこの部分から充電できるようになっていますので、このように充電する際もケースに入れて充電した方がいいと思います。こうすればこのカメラのレンズ部分を傷つけることもないですので、もしこのカメラを使われる際はこの両側についた丸みを帯びたレンズが傷つかないように取り扱い要注意で使われた方がよろしいかと思います。で、幸いなことにこのように充電していても、下から見ると今充電中であるかこの LED ランプで分かるようになっていますので、充電中も必ずこのケースを使うようにして充電した方がいいと思います。今回撮影に使ったインスタ360はブラックフライデーとして12月3日まで最大 18,880 円の割引が行われています。価格はセール価格で 61,200 円。これは私が今まで使っていた GoPro の最新版が 68,800 円であることを考えるとかなりお買い得だと思います。公式ページでも金額は Amazon の価格と一緒ですが、公式ページでの購入は限定特典がついているようでした。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。